皆さん、こんばんは。さっき新造船のデビュー船、サンフラワーカムイに乗ってきたんだけど、やっぱりフェリーは最高だね。苫小牧西港から、苫小牧東港へ飛んできましたよ。西港から東港まではタクシーで30分ほどかかります。途中のだだっ広い真っ暗な道を走りますが、鹿がよく飛び出してドンとなるそうです。今回の帰りのフェリーは、船子らしく同じ航路ではなく他の航路のフェリーを使わなければいけないと考えました。そこで超弾丸フェリー都市で選んだのが、この新日本海フェリーの水仙です。それにしても入港するのが遅いと思っていたら、どうも遅れているようです。悪天候で遅れたのか数日前からの遅れが響いているのかはわかりませんけどね。通常通りの運行なら敦賀から大阪行きの特急サンダーバード48号で問題ないのですが、遅れた場合を想定し、大阪行きの最終の特急サンダーバード50号を取っています。さてどうなることやら。新日本海フェリー水仙を簡単に説明したいと思います。この水仙は全長224メートル、旅客定員590人と大型のフェリーです。時速はなんと50キロ航行が可能で、敦賀まで21時間で走破してしまう化け物のようなフェリーです。この新日本海フェリー水仙は6階のメインデッキに出れないのが難点です。出ることができると朝日や夕日を気持ちよく見ることができるのですが、出れるデッキは5階の船尾だけとなってしまいます。この時期は撮影できるキャパが少ないので夕日を撮影したい方は早く行くことをお勧めいたします。これが苫小牧東港ターミナルです。かもめさんのネオンが眩しくて鳥好きの私は見とれちゃいました。さて、苫小牧東港ターミナルに入ってみましょう。自動ドアじゃないんかい。なんちゃって。私としたことがはしたない。思った以上に綺麗なターミナルでした。受付には雪だるまのぬいぐるみがお出迎えです。運行の遅れのズレで23時30分乗船とのことです。エスカレーターを登って待合室に向かいましょう。これは広いですね。奥にはお土産屋さんがあり、乗船開始前30分ぐらいだけ営業していましたよ。もちろんお土産好きの私は買いに行きました。駅ピアノならぬ港ピアノとも言うべきか、アップライトピアノがありました。これは弾いていいということですよね。よし、弾くぞ。相変わらずの下手な演奏ですが、お許しあれ。誰もが知っている大谷さんの CM のショパン、プレリュードです。下手っぴーな演奏でごめんなさい。乗船の23時30分となりました。待合室には1人しかいないですよ。フェリー乗船でこれだけ人が少ないフェリーは今回が初めて、これは正直嬉しい。チケットチェックを済ませ、いざ水仙へ乗り込むぞ。待合室の2階から3階へエスカレーターで登ります。ここからテンションをフルブーストへ上げ、ドキドキ感を加速させます。この左右からフェリーが見える直線の人道橋はたまりません。今からフェリーに乗船するぞ、ともう一段ギアを上げます。乗船しましたよ。乗船口に入ると水仙という文字がお迎えしてくれます。
これが水泉の酸素を吹き抜けのエントランスですよ。美しすぎます。違う角度からもう一度エントランスを見てみましょう。さて、今日の私の後ろへ向かうことといたしましょう。4階から少し入ったところにあるお部屋です。幅の広い廊下を少し行くと、401号室デラックス H というバリアフリーの部屋になります。QR コードをかざし、青ランプが点灯すればロックが解除されます。うわぁ、何この広さ。さすがバリアフリーの良いお部屋です。これぐらい広くないと車椅子では使いにくいのです。健康な方なら広すぎる感じはしますが、私の相方にはゆったりしてもらえる広さが嬉しいです。ゆったりできるソファーやテーブルもあっていいな。どんなベッドなのか触って確認してみましょう。まず浴衣がありました。枕は硬すぎず柔らかすぎずちょうど中間かな。マットレスは硬いです。掛け布団は軽いので羽毛布団かもしれません。マットレスが硬いので動きやすいと相方が申しておりました。ベッドとベッドの間には大きなテーブルがあり、真ん中にはベッドサイドランプがあって調整も可能で便利です。下の方には船内放送ボリューム、各照明スイッチ、コンセント、目覚まし時計がありました。ベッドの向かいには大きなテレビ、冷蔵庫、バスタオル、フェイスタオルなどもあり、クローゼットにはハンガー、金庫、スリッパがありました。あと、ケトルと湯飲み、お茶のティーパック、そしてグラスが用意されていました。大きなデスクに椅子と鏡やティッシュボックス、案内所につながる内線電話まであって、至れり尽くせりです。あとはテレビ、エアコンのリモコン、船内のご案内の冊子がありました。部屋はデラックス H で34,600円になります。少し高いですが、ゆったりできるお部屋に満足です。自由に使える引き出しと棚ですが、入れると忘れそうなので、何も入れませんでした。各お部屋の値段を表にしておきましたので、ご参考にしてみてくださいね。最後にバス、トイレ、洗面です。なんと贅沢な広さなんでしょう。これだけ広いと車椅子の移動はとても楽です。まだ出港まで時間がありますから少し探索でもしてみましょう。今日は乗船客がほとんどいないみたいです。エントランスには誰もいません。4階のショップでも覗いてみましょう。北海道らしく白い恋人が前面に置かれていました。新日本海フェリーさんの寄港地の秋田、新潟、敦賀のお土産も売られていました。アルコールやドリンク類も豊富に揃っていました。おつまみや
カップ麺、味噌汁、菓子パンなどもありました。あとスナック菓子もたくさん揃えられていましたよ。アイスの種類はあまり豊富ではなかったです。新日本海フェリーのオリジナル T シャツも売っていましたよ。まだ出港まで少し時間がありますので、5階へ行ってみましょう。5階から酸素を吹き抜けエントランスを撮影したらこんな感じです。このオブジェ一体何を表現しているのかな。5階のカフェスペースはこの通り誰もいませんでした。冬の時期はいつもこんな感じなのでしょうか。本当に人っ子一人いません。まるで貸し切りのようです。寂しい反面、誰もいないという心地よさが嬉しいです。なかなかこんな人が少ないフェリーに乗船できる機会もないので、まったりと船旅を楽しみます。前回、乗船した新日本海フェリースズランの時は、プロムナードのソファーは全く空きがなかったのに、今回は誰もいませんでした。唯一、デッキに出れるのが、プロムナード奥のデッキです。ただのテラスみたいなスペースなのが残念です。やっぱりファンネルを見上げることができる、広いデッキがいいな。新日本海フェリーさん、6階のデッキが使えるようにしてください。お願いいたします。苫小牧東港の景色は、本当に何もないところに、ポツンとあるだけの寂しい港です。賑やかな苫小牧西港に新日本海フェリーさんが移転してくれたら最高なのにな。そろそろ出港みたいです。人道橋がフェリーと離され、ゲートが閉められました。乗務員の方に5階のサイドデッキから出港を見たいのですかと聞いてみると、出港の時だけですよと許可をいただきました。このフェリーの製造プレートでしょうか。0時20分、苫小牧東港を50分遅れで出港です。これから敦賀に向け21時間の船旅です。行ってきます。この汽笛の音が旅情をかきたててくれますよね。もうたまりません。やっぱり北海道は寒いです。手がかじかんでカメラを落としそうです。出港はどうしても撮影したいところなので頑張りました。船内に戻ってきました。ほんと寒くて大変でした。冷え切った体を温めるには6階の大浴場が一番。直ちに向かいます。大浴場には露天風呂、サウナがあって最高なのです。ふう、温まったし、疲れも取れ、気分は最高。6階から見たエントランスです。キューブが5層に積み上げられたオブジェは一体何をモデルにしているのでしょうね。水仙というフェリーの名前というだけあって、絨毯にも水仙が散りばめられとても綺麗です。
もう夜中の2時なので、明日朝日を見るために寝ることといたします。おやすみなさい。おはようございます。現在朝6時20分です。早速5階のデッキへ朝日を見に行ってみたいと思います。どうかな？見れるといいんだけどね。現在、津軽海峡を抜け、日本海に入ったあたりです。どうも暗そう。早く来すぎたかもしれません。寒い。相方は暖かいお布団にくるまれているのに、私は身ぐるみ剥がされ、大海原でポツンと一人寂しく撮影。雲が多いです。難しい感じだけど少しでも顔を出してくれないかな。右上にはお月様が覗いていますね。左側にはレストランがあります。明るい時間なら海の景色を眺めながら食事ができます。今回乗船しているフェリーは朝、昼、晩と食事ができますが、各30分しか営業していないんです。少し他を探索してからまた後で朝日の様子を見に来ましょう。とりあえず寒いので船内へ戻ります。カフェスペースは冬の時期は営業していません。これだけ人が乗船していないと仕方がないですね。モニターにメロンパン販売とありますよ。これは嬉しいな。新日本海フェリーの焼きたてメロンパンは激うまなのです。同じ階には PC コーナーなるところもあります。コンセントの隣には USB 端子もありました。マッサージチェアも置いていましたよ。フェリーには必ずありますよね。さて、気を取り直してデッキに来ましたよ。先ほどよりはかなり明るくなってきましたけど、曇っていて朝日は無理なのかな。波は冬の日本海としては穏やかで、ほとんど揺れず快適です。天気はあまり良くないけど一番の心配だった揺れがないのが嬉しいです。現在時刻は6時54分。青森県は辺無崎灯台付近です。山と雲の隙間からですが朝日が見えましたよ。粘った甲斐がありました。望遠レンズがあればもっと良い朝日をお見せできるのですが、このカメラではこれしかお見せできないのが残念です。けど見れないよりは見れてよかった。こんなに雲が出ているのに見えたのはかなりラッキーかと思います。朝日も昇ってきたのですが、雲に阻まれ、朝8時頃までこんな状態が続きました。レストランが8時30分からですので、レストラン脇のプロムナードで休むことにしました。このソファーがなんとも座り心地が良くて寝そうになっちゃいました。朝食メニューは少なめですが、この人数でも提供していただけるだけでもありがたいです。どこの席にしようかな。やっぱり海が見える場所がいいので、奥の窓側を選びました。和風プレートと洋風プレートのパンとスープをご飯と味噌汁に変更しました。さてさて、いただきます。お味はどうかな？うまい。これはご飯が進みます。和風プレートの鮭も半分いただきました。この鮭とても美味しかったです。やっぱり朝は和食かな。ごちそうさまでした。席にあるバーコードをお会計の精算機へ持っていきます。バーコードを機械にかざすと料金が表示されますので、現金もしくはカードで支払います。朝日を撮影し、体が冷え切っていたのですが、
朝食の営業時間が30分なので先に食事を済ませ、食後にすぐ大浴場へ行きました。脱衣室です。無料の冷水器がないのは残念です。ロッカーは鍵をかけることができます。海を見ながらの大浴場は最高です。横から泡が出てきてとても気持ちよかったです。浴槽の水面を見てわかるように全く揺れがなく快適でした。露天風呂、サウナもあり、その上、人もいなく最高でした。フェリーの大浴場ほんと最高。6階にあるコンファレンスルームで映画が上映されていました。この本格的なシアターはすごいよね。まるで映画館みたい。6階にはゲームルームもあります。6階のお部屋の廊下だけですが歩いてみますね。6階の真ん中には吹き抜けになっているところもあるんですよ。最上階デッキにはいいお部屋が並んでいます。まるでホテルのような通路ですよね。これがフェリーの中とは思えないです。選手側にはスモーキングルームもあります。選手には6階から5階のフォワードサロンに行ける階段もあるんですよ。降りてみましょう。こういう隠し通路みたいなのは迷路のようでワクワクします。ここが5階のフォワードサロン、展望ルームです。しかし冬の時期は昼間でもカーテンが閉められているので景色は楽しめません。残念です。5階には中間グレードのお部屋となるステート部屋がいっぱいあります。本当に長い通路です。左面だけでも18のお部屋が並んでいます。4階はツーリスト部屋になります。そしてバリアフリー部屋もこの階にあります。私の今回お世話になったお部屋401号室もこの階層となります。
廊下の幅がとても広いのが印象的です。4階の選手からも5階のフォワードサロンに上がることもできます。船内放送で浜那須とのすれ違いがあるとのことです。いい天気になってきました。青空と大海原はいつ見てもいいものですね。それにフェリーの航跡もなかなか良い眺めです。現在10時です。苫小牧へ向かう浜那須とのすれ違いを見るためオープンデッキにやってきました。来ましたよ。浜那須が通常は姉妹船のスズランが入ってるはずなのですが、舞鶴から小樽間を航行している浜那須がこちらのダイヤに期間限定で入ってるんです。本当は私が乗船するはずだった浜那須なんですが、悪天候でダイヤが変わってしまって乗船できなくなったのです。浜那須は2004年就航の古いフェリーですが、大型フェリーでは最速の60キロで航行できるすごいフェリーなのです。フェリーのすれ違いの一番の見せ所は、汽笛で挨拶をし合うシーンだと思います。皆さんも乗船なされた際は見てくださいね。そういえば、新日本海フェリーも新造船を発表しましたね。浜那須も今年末で引退なんだろうな。すれ違うシーンはもっと近くに接近してほしいところですが、高速船なので安全なマージンを取っているのでしょうね。こちら水船は50キロ、浜那須は60キロで航行しているのであっという間に離れていきます。さようなら浜那須、今度乗船するからね。お部屋に戻ってゆっくりいたしますか。いつもは一番にぎわうプロムナード、カフェスペースなんですが、ソファーや椅子には人の姿がありません。これはもう貸し切り状態ですね。お部屋に戻ってきました。お茶でほっと一息。と思ったら、お昼ご飯のお時間です。30分の営業だけなので遅れるわけにもいきません。福井イカ丼フェリー仕立てをいただくことにしました。ありがとうございます。来ましたよ。美味しそう。イカの糸作りととろろが絡み合ってとても美味しかったです。このイカ美味しいです。あれ醤油をかけ忘れていました。ごちそうさまでした。いかにも高級そうな場所がコース料理をいただけるグリルです。はっきりしたことはわかりませんが、冬の時期は営業をしていないようです。現在、フェリーは佐渡島沖を航行中です。4階の案内所近くに乗船記念のスタンプコーナーがあります。たかがスタンプ、されど思い出に残るスタンプなのです。もう一つ乗船記念のコーナーがあって、制服と帽子で船長さんになった気分で撮影できます。
子供さんが遊べるキッズルームもありますが、潜る子供の姿が可愛くないかな。13時に焼きたてメロンパンの販売があったので、4階案内所で購入してきました。スタッフの方がパンを渡す前に手を消毒するあたりはさすがだなと感心しました。5階のカフェスペースの自動販売機でココアを購入しました。新日本海フェリーのメロンパンはサクサクでとても美味しいんです。皆さんも乗船したら食べてみてくださいね。16時17分頃、能登半島に最も近いあたりを航行、波も穏やかで天気もいいので、これは夕日に期待が膨らみます。落ちそうになりながらもフェリーが進んでいると感じられる場所で撮影してみました。夕日が船体に当たって綺麗ですよね。これが冬の日本海とは思えないくらい穏やかな日でした。あ、しまった。引き波のところにイルカさんが跳ねましたよ。撮影できなく残念です。これぞ日本海のフェリー、海に沈む夕日がいいんです。逆に朝日なら太平洋側を航行しているフェリーです。太平洋フェリーなんかは大海原から朝日が昇ってくるシーンがいいんです。進行方向2時ぐらいの方向へ夕日が沈むので、外で夕日を見ることができるのはお一人様限定になってしまいます。今回は人がいなく、私だけしかデッキで撮影していなかったのでよかったのですけどね。こんな綺麗な夕日を眺めることができる新日本海フェリーは最高です。南行きより北行きで見る夕日が船尾デッキ全体で見れるのでおすすめです。夕日が少しずつ沈んできましたよ。冬の季節は空気が澄んでいるので、晴れるとこんなにも美しい夕日が見れるのですよね。たまりません。前方に向いての撮影で、寒いのなんのもう耳が引きちぎれそう。けどここが一番の見せ所なので頑張ります。前回、ユーカリで露出オーバーで夕日が大爆発。雲一つない夕日だっただけに編集中落ち込みました。今回はその失敗を繰り返さずに露出を何度も確認しながら撮影しました。そのおかげで綺麗に撮れ、ほっといたしました。このカメラでは迫力ある夕日は無理ですが、皆さんに夕日の美しさが伝わればいいなと思うのですが、どうでしょうか？17時7分夕日が沈みました。ここからトワイライトを少しだけ見て、沈む夕日のショーは終わりたいと思います。長々と見ていただき、ありがとうございました。夕食のお時間になりました。このフェリーでの最後のお食事です。なんか私のためにオープンしてくれているみたいで申し訳なく思ってしまいます。三元豚とんかつを注文することにいたします。三元豚と思ってたのですが、三元豚が正しいらしいです。美味しいかな、どうなのかなと思いながらソースをかけました。いただきます。うまい。柔らかくて美味しかったです。座席にあるバーコードの札をかざしてお支払いです。ごちそうさまでした。出港する際には50分遅れだったのが、敦賀港入港時刻は20時45分、35分を取り戻し15分遅れとなりました。水仙さん、かなり頑張ったんでしょうね。お疲れ様でした。今回の新日本海フェリー水仙の船旅はどうだったでしょうか。冬の日本海は荒れることが多いのですが、今回は珍しく波も穏やかでした。朝日も夕日も見れて本当にいい船旅となりました。一つ残念だったのは入れ替えで浜那須から水仙に変わってしまったことかな。冬の時期はよくこういうことが起こってしまいます。次は最速フェリー浜那須に乗船するぞ。この着岸シーンを見ると
いつもフェリーの操船している方の技術には驚かされます。船尾から入港していって岸壁にスーッと寄せ、この大型フェリー着岸させるのですからね。無事敦賀フェリーターミナルへ着岸しました。乗組員の方、安全運航ありがとうございました。さて、長い時間お世話になったお部屋ともお別れです。ありがとうございました。下船の準備も終わり、あとは下船する時を待つだけになりました。下船です。寂しい瞬間でもありますが、また乗船しに来ますね。ありがとう。水仙。敦賀フェリーターミナルの人道橋は左右一面のガラス張りになっていて、乗船時はとてもテンションが上がるターミナルでもあります。フェリーターミナルはガラス張りの立派なターミナルです。平日ということもあって乗船なされる方の人影もなかったです。冬の時期にフェリーに乗船なされる方が少ないのでしょうね。名残惜しいけど、またね。水仙、お元気で。JR 敦賀駅行きの連絡バスで15分ほどの乗車です。料金は350円です。JR 敦賀駅に到着です。ありがとうございました。それにしても立派な駅だね。新幹線がつながるとこうも変わるんですね。あれ、改札口は昔のままです。電光掲示板がモニターに変わっているぐらいです。まだ約1時間ほどありますが、ホームに向かいましょう。入ってすぐ新しくできた駅となります。そして長いエスカレーターを登ります。登ってすぐに今度は直線のエスカレーターで移動です。これで移動してもまた今度はエスカレーターで登らないとダメなのです。これだと新日本海フェリーが21時30分に着いて、大阪駅サンダーバード48号に乗り継ぐのは時間が結構厳しそう。サンダーバードの乗車口が新幹線ホームの近くになったことで、構内の移動に時間がかかってしまうので、皆さんも注意が必要ですよ。JR 敦賀駅はこんな大きな駅が必要だったのかと思いますけど、いやいや絶対にいらないでしょと思うのは私だけでしょうか。在来線のホームもすごく立派でびっくりしています。21時49分、敦賀駅33番ホームにサンダーバード50号が入線です。出発まで15分ほどあるのでゆっくり乗車できます。このサンダーバード50号は敦賀からノンストップで京都まで行き、高槻、新大阪、終着駅大阪まで行くのには便利な列車です。サンダーバード50号大阪行きです。止まります駅は京都、高槻、新大阪、終点大阪です。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。